こんにちは、タネチャンネルです。今日はプログラミング初心者向けにソートアルゴリズムという考え方について紹介いたします。プログラムは文法を覚えるだけでは作れません。文法を組み合わせてどのような順序で処理を行うのか、そのフレーズを知る必要があります。プログラムで問題を解決するためのフレーズのことをアルゴリズムと言います。日本語の文章でも心地よいフレーズの文とそうでない文があります。プログラミングも同様で、問題解決に適したアルゴリズムとそうでないアルゴリズムが存在します。アルゴリズムの違いによって実行速度やメモリ消費といったパフォーマンスにどのような違いが現れるのか、そういったことも見ていきたいと思います。ソートアルゴリズムとは、例えば配られたトランプを数字の小さい順に並べたり、受験生を点数の高い順に並べたりすることはよくあります。このようにデータを特定の順序に並べ替えることをソートと呼びます。コンピュータにソートを実行させるにはどのようなアルゴリズムを用いればよいでしょうか。さまざまなソートアルゴリズムが研究されていますが、それぞれ一長一短があります。この動画では6種類のソートアルゴリズムを紹介し、その仕組みと特徴を見ていきたいと思います。なお、アルゴリズムはプログラミング言語によらない概念ですので、今回のサンプルプログラムは Python を使って書きました。それではソートアルゴリズムの世界を見ていきましょう。バブルソート。隣り合った2つの数字を比較していきます。もし左の値の方が大きければその2つを入れ替えます。これをリストの最後まで行います。そうすると一番大きな数字がリストの末尾に来ます。また先頭に戻り、同じように隣り合った数字を比較して入れ替え作業をしていきます。すると次に大きな数字が一番大きな数字の左隣に移動していきます。これを数字の入れ替えが不要になるまで続けます。するとまるで泡が浮かんでいくように大きな数字がぷくぷくと右側に溜まっていって、最終的にソートが完了します。バブルソートの特徴はその考え方がシンプルであり、プログラムも簡単に記述できることです。ただし比較動作が多く必要なため、大量のデータに対しては速度が遅いという欠点があります。プログラムはご覧の通りです。選択ソート。リストから一番小さい数字を見つけて先頭の数字と入れ替えていく方法です。まずリストから一番小さい数字を見つけます。その最小の数字とリストの先頭の数字を入れ替えます。先頭の数字を取り除いたリストからまた一番小さい数字を見つけます。その最小の数字とリストの先頭の数字を入れ替えます。これをリストの最後まで繰り返すと小さい順にソートが完了します。このアルゴリズムは考え方が非常にシンプルで分かりやすいし、プログラミングもしやすい反面、バブルソートと同様に大規模なデータに対しては効率が悪いという欠点があります。プログラムはご覧の通りです。挿入ソート。リストを整列された部分と未整理部分に分け、未整理な数字を適切な位置に挿入していくアルゴリズムです。トランプで手札を適切な位置に挿入していくイメージに近いソート方法です。まず2番目の数字を取り出します。そしてその左側、つまり1番目の数字と比較して小さい順になるように比較して並べ替えます。すると2つの数字の整理されたリストができます。3つ目の数字を取り出し、左側の整理されたリストの大きな値から順番に比較していき、適切な位置に3つ目の数字を挿入します。すると3つの数字の整理されたリストができます。これを未整理リストがなくなるまで繰り返していくと、最終的に全ての数字が整列されたリストが完成します。特徴は
え方が直感的で分かりやすいです。プログラムは若干複雑になりますが、データによってはバブルソートや選択ソートよりも効率が良いことがあります。しかし大規模なデータに対しては効率は悪いです。プログラムはご覧の通りです。クイックソート。リスト内のある数字、例えばリストの先頭の数字を基準と決めて、他の数字がそれより大きいか小さいかで振り分けることを繰り返して整列させるソート法です。リストの先頭の数字を基準として決めます。これをピボットと言います。ピボットに対しリストの2番目以降の数字を比較していき、ピボットより小さければ左側のリスト、大きければ右側のリストに振り分けます。ピボットの数字は振り分けた大小のリストの中心に置きます。振り分けられた小さなリスト、大きなリストそれぞれに対しまたピボットを選び、それに対してさらに左に小さい数字のリスト、右に大きい数字のリストで振り分けます。これを繰り返し、すべてのリスト内の要素が1つ以下になるまで分割されたらソートが完了します。特徴は、考え方は断捨離の仕分けのような感じで分かりやすいですが、プログラムは再帰という関数内で自分自身の関数を呼び出すテクニックを使うので難しくなります。大規模なデータに対しても大雑把に数字が並んでいくのでそこそこ速いソートです。プログラムはご覧の通りです。再帰的奇数ソート。クイックソートは2つの箱に大小分類する考え方でしたが、我々は10進数の世界に生きていますので、各桁ごとに10個の箱に入れて分類したらもっと効率が良いのではないかと考えてプログラムを作りました。このプログラムをチャット GPT に渡してアルゴリズム名を確認したら、オリジナルのプログラムだが考え方は奇数ソートと呼ばれるものだとの回答でしたので、再帰的奇数ソートと命名しました。このソートの動きは次のようになります。まず最大値から奇数のオーダー、つまり桁を決定します。4856なら1000の位、78なら10の位といった感じです。そのオーダーで数字を桁で分割し、0から9のリストに分類して格納します。分類された各リストに対してオーダーを1桁下げて再び数字をそのオーダーで分割し、0から9のリストに分類して格納します。オーダーが1の位になるまで繰り返してリストを結合させるとソート完了です。特徴は、考え方自体は辞書の分類に近いので分かりやすい反面、プログラムはインデックスの変換と再帰を使うので複雑になります。大規模データに対しても桁ごとに数字が整列していくので高速に処理が行えます。整列させるにあたって数字の比較を一切していないというのも高速化の秘訣です。欠点としては、正の整数しかソートできません。また値が重複する場合はソートできません。プログラムはご覧の通りです。カウンティングソート。0からリストの最大値までナンバリングされた別の箱リストを用意します。中身は全部0にしておきます。リストの数値に対しそのナンバーの箱をカウントアップしていきます。そうしてリストに現れる数値の分布リストを作ります。分布リストを0番から順番に確認してカウントされた数値分だけ番号を出力するとそれがソートされたリストになります。特徴は、考え方は発想の転換が必要になりますので思いつくのが大変だと思います。数学の逆関数を得意とする人にとっては理解しやすいでしょう。プログラム自体は
理論を十分に理解していれば比較的シンプルに作れます。比較をせずリストを1回見て適切な箱に放り込む作業を1回行うだけでソートが完了してしまいますので、大規模なデータに対しても非常に高速です。欠点としては正の整数しかソートできないことと、最大値が大きかったらその分必要メモリも大きくなります。プログラムはご覧の通りです。アルゴリズムの速度比較。以上紹介した6つのソートアルゴリズムに対して2万件のランダムな数値のデータで実行速度を比較してみました。公正を期すために2万件のデータは全て同じリストを使っています。バブルソートは43秒でした。選択ソートは13秒でした。挿入ソートは19秒でした。クイックソートは 2.9 秒でした。バブルソートと比べるとかなり高速ですね。再帰的奇数ソートは 0.07 秒でした。2万件をもってしてももう一瞬ですね。自分で考えて作ったプログラムとしては大健闘だと思います。カウンティングソートは 0.018 秒でした。私が知る限りこれが最速です。アルゴリズムの重要性。バブルソートとカウンティングソートの実行速度には約2300倍もの差があり、この差はデータ数が増えるほどに指数関数的に広がります。アルゴリズムの選択がここまで大きな差を生むのです。問題解決のアプローチによって処理時間が変わることは、プログラミングにおいてアルゴリズムがいかに影響力を持っているかを示しています。小規模なデータであればバブルソートでも十分ですが、巨大なデータになると別のアルゴリズムが必要です。アルゴリズムの選択が問題解決においていかに重要かご理解いただけたでしょうか。以上、ソートアルゴリズムの基本的な動きと特徴についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。